はいどうも皆さんこんにちは。今回は国家総動員法についてお話ししていきます。第一次世界大戦以前の戦争は軍人と軍人がぶつかり合う戦いでしたが、第一次世界大戦以後の戦争は国民全員が戦争に参加する戦いになっていました。日中戦争は第一次世界大戦以後の戦争なので、日本は国民全員を戦争に参加させなければなりません。こうして作られたのが国家総動員法です。今回の動画では日本がどのようにして国民全員を戦争に参加させていったのかを見ていきます。それでは早速日中戦争が始まったあたりからお話を始めていきましょう。1937年7月7日、盧溝橋事件が起きた時、日本はこの事件を軽く考えていました。これまでも同じような事件は起きていた。ちょっと懲らしめたら中国も降参するだろう。そう考えていたのです。しかし中国は予想と違って頑強に抵抗。戦いは上海にまで飛び火して日中戦争はどんどん大きくなっていきました。当然これはまずい状況です。当時の日本は南の中国に構っている場合ではない。北のソ連との戦いに備えなければいけないと考えていました。それなのに兵が南に進み始めたら北の守りが薄くなります。こうして日本は早く戦争を終わらせなければならない。戦争体制を完成させようと考えるようになります。ではここでいう戦争体制とは何かというと、戦争に耐えることができる体制です。直近に起こった大きな戦争というと第一次世界大戦で、この戦争により戦車や飛行機など機械による戦争が始まりました。つまり戦争では機械を大量生産しなければならないとなると、工業力や技術力、労働力が必要です。では労働力となり機械を大量生産するのは誰かというと、日本に住んでいる国民でした。要するに戦争体制というのは日本国民が総力を挙げて戦争に協力し、国家のすべての力を戦争に集中する国家総動員体制のことだったのです。もちろん理想としては国民が自ら戦争に協力し、飛行機などの機械を大量生産していくような雰囲気が日本に巻き起こることでした。しかしかつてない戦線への大量動員によって一家の働き手を取られ、たくさんの死傷者が出る中で国民はあまり戦争を支持していないというのが現実でした。その上政府は乱暴で道理に背く中国を懲らしめるという論理で日中戦争を始めており、あまりにも曖昧な目的だったため国民が自ら戦争に協力するような雰囲気は出来上がらなかったのです。こうなると政府は国民に上から圧力をかけて統制し、国全体として戦争を支える体制を作ろうとしていきます。その統制は国民だけでなく経済にまで及びました。国民への統制と経済への統制を順番に見ていきましょう。まずは国民への統制について見ていきます。国民が戦争にあまり乗り気ではない。そうなると国民への統制は政府が主導していくしかありません。こうして政府は国民の精神を戦争へと向かわせていくための運動を開始します。国民精神総動員運動です。その運動の実態は地方自治体や現役を離れた軍人たちの会合、女性たちの会合や青年たちの会合を動員し、必勝祈願のために神社へ行けと言ったり、戦没者が出たから慰霊祭を行えと言ったりして戦争気分を高めていくという内容でした。それ以外にも戦争で家族を失った人のお見舞いや戦争に行く兵士の見送りなどを国民に強制して、国民の生活に戦争の空気を広めていったのです。次に経済の統制について見ていきましょう。まず一番わかりやすいのは国民に寄付や公債の購入などを強制し、そのお金で軍備を拡張するという方法です。これは政府としてはお金を回収できる上に国民の中に戦争に参加しているという意識を呼び起こす効果もあるという一石二鳥の方法でした。もっと直接的な方法でいくと、不要不急の物資を輸入するのはお金の無駄だからと言って停止したり、鉄や火薬などの戦争に使う物資は優先的に戦争に関わる産業に使うことを決定したりして、軍事産業に資金を投資していきました。このように国民や経済が戦争一色になっていく中で設置されたのが企画院です。企画院については以前の動画で少しお話ししましたが、もともと岡田内閣の時に置かれた内閣調査局が産業計画を推進するための企画庁となり、さらに物資受給を図る資源局と合併して企画院となるというお話でした。
以後この企画院の下で国民や経済の統制が計画され、日本の総動員体制は急速に整備されていきます。このような中で制定されたのが国家総動員法です。国家総動員法というのは、国家のすべての人や物を政府が動員することができるという法律でした。要するに、もしも政府が今は船を作るべきだと考えた場合は、鉄などの資源を造船に回すことができるし、飛行機を作るべきだと考えた場合は、それらを飛行機に回すこともできます。それどころか、人が足りないと考えた場合は、国民を動員して業務に就かせることすらできるという法律でした。ちなみに政府によるこのような動員はいちいち議会の承認を得て法律を作ることなく、天皇からの命令という形式で行える決まりだったので、もはや議会の存在はあってないようなものとなります。当然そうなると、立憲政友会や立憲民政党といった政党からは、議会の立法権を侵害するものだ、自由主義的な資本主義経済を否定するものだとして強い反対が起こりましたが、結局陸軍の強い圧力によって政党勢力もしぶしぶ賛成に回り、乱用してはいけないという注文をつけた上で国家総動員法は成立しました。しかしこれ以降、国家総動員法に基づく勅命が次々と発せられたことで、議会は骨抜きにされ、国民の生活は大きな影響を受けていきます。こうして政府は物資や労働力を戦争遂行のために全面的に動員できるようになりました。企画院で作成された物資総動員計画により、資材や資金が軍需産業へ集中的に割り当てられ、昼も夜も全力で工場を稼働させても生産が追いつかず、売れ行きの心配をする必要はなく、ただがむしゃらに全力運転を行えばよいという状況になったのです。このような軍需産業を担っていたのは三井や三菱などの財閥で、船では戦艦大和に続いて戦艦武蔵が寄港され、飛行機では零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦の試作機が作られていきます。このようにして軍需産業はものすごい発展を遂げる一方、財閥のような大企業とは対照的に、ほとんどの中小企業は窮地に立たされていきました。国民が生活の中で使う民需品や農業で生産されたお米、さらには新聞やラジオといった情報まで統制されていきます。ということで、国民の生活がどのように制限されたのかを最後に見ていきましょう。まずは民需品についてです。国民が生活の中で使う医療や食料などは、国家総動員体制の下では国民よりも軍が優先されました。しかも医療や食料を作るような労働力は軍需産業に集められたため、休業や倒産に追いやられる企業が続出していきます。こうして民需品の生産、輸入、消費などは厳しい制限を受け、砂糖、マッチ、木炭、米、医療などが次々に切符制、配給制となり、贅沢品の製造・販売も制限されて、贅沢は敵だの合言葉のもとに、国民生活はあらゆるところで切り詰められるようになっていきます。次に農業についてです。一家を支えていた男性が軍に兵士として徴兵されたり、軍需産業に労働力として動員されたりするようになると、当然家には老人や女性、子供しか残りません。農業を営んでいた家では働き盛りの青年を引き抜かれたため、当然米の生産は減少。それどころか化学肥料を作っていた工場は爆薬を作る工場へと転換していたため、肥料も手に入れることができなくなっていました。こうして米の生産はさらに減少、食糧難が訪れ始めました。これに困った政府は強制的に米を買い上げて値段を決めるようになり、農業においても統制が加えられていきます。最後に情報についてです。国民に対する戦争の宣伝や強化には新聞、ラジオ、映画などが利用されました。全国の新聞社と日本放送協会によって同盟通信社が設立され、政府はこの会社を通じて情報統制を開始するんです。さて、いかがだったでしょうか。日本の国民に戦争の空気が浸透していった様子が理解できたかと思います。前回の動画は日中戦争期の外交、今回の動画は日中戦争期の国内情勢といった感じで2回続いて戦いから離れていましたが、次回以降は日中戦争の戦いの続きを見ていきましょう。ということで、次の動画では徐州作戦と武漢・広東攻略についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。